皆さんこんにちは、ゆうです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は歴史と自然が調和すること、奈良県の有名な観光名所10カ所紹介していきます。この動画で紹介する場所以外にも観光スポットがあるので、旅行に行く際の参考にしていただけると幸いです。励みになりますので、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではどうぞ。東大寺は奈良県を代表する仏教寺院であり、ユネスコ世界遺産にも登録されています。ここには日本最大の木造建築である大仏殿があり、高さ15メートルを超える盧舎那仏が安置されています。東大寺は聖武天皇によって8世紀に建立され、奈良時代の文化や信仰の中心地となりました。境内は広大で、法華堂、二月堂、南大門などの重要な建築物が点在しており、歴史や建築に興味がある方にとっては見逃せない場所です。奈良の美しい自然と調和した東大寺の雰囲気は、訪れる人々に深い感動を与えます。奈良駅から徒歩約20分、またはバスで大仏殿春日大社前で下車、徒歩約5分です。法隆寺は飛鳥時代に創建された世界最古の木造建築として有名です。ユネスコ世界遺産にも登録されており、その歴史的価値は世界的にも認められています。法隆寺の五重塔や金堂は1400年以上もの間、戦火や災害を免れ、当時の姿をほぼそのままに保っています。中門や回廊などの建築物も飛鳥時代からの技術や美意識を伝えています。法隆寺では仏像や絵画などの国宝、重要文化財が多数展示されており、仏教美術の宝庫と言えるでしょう。斑鳩の静かな風景の中に佇む法隆寺は、歴史と文化に浸りながら静かな時間を過ごすのに最適です。法隆寺駅から徒歩約20分、またはバスで法隆寺前で下車、徒歩約5分です。春日大社は奈良時代に創建された藤原氏の氏神を祀る神社で、ユネスコ世界遺産古都奈良の文化財の一部として登録されています。全国に約1000社ある春日神社の総本社であり、鮮やかな朱塗りの社殿が特徴的です。春日大社の境内には神聖な鹿が多数生息しており、神聖さと自然が調和した独特の雰囲気を醸し出しています。また約3000基の石灯籠と約1000基の吊り灯籠があり、2月の万灯籠や8月の中元万灯籠では、これらの灯籠に火が灯され、幻想的な光景が広がります。四季折々の風景が楽しめる春日大社は、奈良の自然と歴史に触れるには最適な場所です。奈良駅から徒歩約30分、またはバスで春日大社本殿で下車、徒歩約10分です。興福寺は奈良時代に藤原不人によって創建された仏教寺院で、藤原氏の栄華を象徴する存在です。ユネスコ世界遺産古都奈良の文化財の一部として登録されており、五重塔や東金堂などがその美しさと歴史を物語っています。特に五重塔は日本で2番目に高い木造の塔であり、奈良の象徴的な風景の一つです。また興福寺の国宝館には阿修羅像をはじめとする貴重な仏教美術品が多数展示されており、仏像ファンにとっては見逃せない場所です。寺院の周辺は奈良公園に隣接しており、四季折々の自然を楽しみながら歴史と文化に浸ることができます。近鉄奈良駅から徒歩約5分、奈良駅から徒歩約15分です。奈良公園は東大寺や興福寺、春日大社などの歴史的な寺社と隣接する広大な公園で、約1200頭の野生の鹿が生息しています。鹿は神の使いとされており、訪れる観光客にとっては奈良の象徴的な存在です。奈良公園内では鹿に鹿せんべいを与えることができ、鹿との触れ合いが楽しめます。公園内には美しい自然が広がり、四季折々の景色が楽しめるため、散策やピクニックに最適です。また奈良国立博物館も公園内にあり、仏教美術や奈良の歴史に関する展示が充実しています。
奈良公園は歴史と自然を一度に楽しめる場所であり、奈良観光の中心となるスポットです。近鉄奈良駅から徒歩約5分です。奈良駅から徒歩約15分。東照大寺は唐の高僧鑑真和上によって8世紀に創建された仏教寺院で、ユネスコ世界遺産に登録されています。東照大寺の建築は鑑真が伝えた中国様式を色濃く反映しており、特に金堂は日本の古代建築の代表例とされています。寺院内には鑑真和上坐像をはじめ、多くの重要文化財や国宝が収められており、仏教美術に興味のある方には見逃せない場所です。毎年6月には鑑真和上の命日に合わせて鑑真和上展が開催され、特別な展示が行われます。東照大寺の静かで荘厳な雰囲気は、訪れる人々に心の平安をもたらし、歴史と信仰の深さを感じさせます。西の京駅から徒歩約10分、奈良駅からバスで東照大寺で下車、徒歩約5分です。薬師寺は天武天皇によって7世紀に創建された仏教寺院で、ユネスコ世界遺産に登録されています。薬師寺は東塔と西塔という2つの塔が特徴的で、特に東塔は縛れる音楽と称される美しい姿で知られています。また薬師寺の本尊である薬師山尊像は日本仏教彫刻の傑作として名高く、多くの参拝者が訪れます。薬師寺は奈良時代の仏教文化を今に伝える貴重な場所であり、建築や仏像に興味がある方にとっては必見です。薬師寺の周辺には奈良の古代遺跡や寺院が多く点在しており、歴史散策にも最適です。静かで荘厳な薬師寺の境内で心を落ち着ける時間を過ごすことができるでしょう。西の京駅から徒歩約5分、奈良駅からバスで薬師寺で下車、徒歩約5分です。平城京跡は710年に奈良時代の始まりとともに戸が置かれた場所で、かつての日本の政治、文化、宗教の中心地でした。平城宮や太極殿、朱雀門など当時の主要な建物が再現、復元されており、広大な敷地を歩きながら古代の雰囲気を感じることができます。平城宮跡歴史公園では遺跡や復元建物を自由に見学できるほか、四季折々のイベントや展示も開催され、歴史ファンや家族連れに人気のスポットです。大和西大寺駅から徒歩約20分、または近鉄奈良駅からバスで平城宮跡で下車、徒歩すぐです。吉野山は桜の名所として知られる奈良県の観光スポットで、春になると約3万本の桜が山を覆い尽くします。特に千本桜と呼ばれるエリアは山全体が桜色に染まり、壮観な景色が広がります。吉野山は古くから修験道の聖地としても知られており、金九仙寺などの寺院が点在しています。春だけでなく秋の紅葉や冬の雪景色も美しく、四季折々の風景を楽しむことができます。吉野山の頂上にある展望台からは吉野川や遠くの山々を一望でき、自然の美しさを堪能することができます。歴史と自然が融合した吉野山は心を癒す絶景の宝庫です。吉野駅からロープウェイまたは徒歩約20分です。橿原神宮は初代天皇である神武天皇を祀る神社で、明治時代に創建されました。広大な境内には重厚な本殿や神楽殿があり、静かで荘厳な雰囲気が漂います。特に新年には多くの参拝者が訪れ、初詣の名所としても知られています。また春には桜、秋には紅葉が美しく、四季折々の風景が楽しめるのも魅力の一つです。橿原神宮周辺には歴史的な遺跡や古墳も点在しており、歴史散策を楽しむことができます。神武天皇が即位したとされる橿原の地で、悠久の歴史に思いを馳せながら静かに参拝するのはいかがでしょうか。橿原神宮前駅から徒歩約10分です。いかがでしたでしょうか。
奈良へ行かれる際に参考の一つにしていただけると幸いです。観光する際は最新の情報を調べることをお勧めします。それでは今回のおさらいです。1、東大寺。2、法隆寺。3、春日大社。4、興福寺。5、奈良公園。6、東照大寺。7、薬師寺。8、平城京跡。9、吉野山。10、橿原神宮。奈良には今回紹介できなかった観光スポットもたくさんあるので、ぜひ観光してみてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。いい旅を。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いつでも見返せるように、チャンネル登録をお願いします。